思考実験シリーズ。今回は、私たちの世界が仮想現実だったらというよくある話を、ちょっと変わった切り口で取り上げたノージックの思考実験を紹介するよ。現実が仮想現実かもしれないという話だと、創始の胡蝶の夢とかが有名だよね。創始が蝶になった夢を見ているのか、それとも蝶が創始になった夢を見ているのかどちらだろう、という話だね。最近だと、水槽の中の脳の話もあるよね。私たちは普段、体を持って、現実の世界を生きているように感じているけれど、実は水槽の中に浮かんだ脳に過ぎない。私たちが現実だと感じているものは、実は水槽に繋がれた機械から送られてくる電気信号に過ぎないかもしれない。映画のマトリックスみたいな話だよね。一般人だった主人公が、秘密組織と関わって、薬を飲んで、目を覚ますと容器に入れられた人間が並んでいて、今まで現実だと思っていた世界は、ロボットたちに見せられている偽物に過ぎなかったみたいな感じだよね。そうだね。そっちの方がイメージしやすいかも。哲学でこういった話をするのは、私たちにとっての現実とは何かについて議論したい場合だったり、私たちは何を知り得るのかという議論をしたい場合が多いね。そして、脳科学や認知科学が発展した今だと、人間が何かを見る場合に、かなり実際の現実から、情報量を落としたり、補ったりして認識を再構成していることが明らかになってきた。そう考えると、こういう話もあながち高等無形ではない気がしてくるね。さて哲学者ロバート・ノージックがアナーキー国家ユートピアという本で、取り上げたのはこんな思考実験だよ。スーパー神経科学者が、あなたの人生の残りの部分を過ごす、楽しい経験をシミュレートできる機械を作ったと想像してください。シミュレーションは超リアルで、現実と区別がつきません。副作用はなく、特定の快楽体験をシミュレーションにプログラムすることもできます。しかも、経験する快感は、実際の人生を数十回過ごしても経験できないほどのようです。さて質問です。私たちはこの機械に入らない理由はあるでしょうか？皆さんもぜひ、一緒に考えてみてください。マリサだったらどう？楽しい経験だけだったら良いかも。人生には辛い経験がつきものだしね。ただ、親しい友達と過ごしたりできなくなるのは嫌かな。その点は大丈夫だよ。親しい友達と過ごす時間もシミュレーションしてくれるんだ。しかも、快感の量は、一度の人生では決して味わえないほどのものだよ。そう言われると入ってみたい気もするね。ただ、マトリックスと同じで、それは本当の人生とは違うような気もするかな。なるほど、機械に見せられている現実は、本当の現実ではないということだね。入りたいという意見、入りたくないという意見、両方ありそうだけど、ノージックは、こう答えている。ほとんどの人は、機械に入ることを選ばないだろう。多くの人は、夢を見るよりも、実際の体験をしたり、自分の意思で物事を行う自由な人間であることを大切にしているからだ。快楽主義的功利主義、つまり快楽だけが唯一の善であり、快楽を最大化することが正しい、という主張は誤っている。ノージックは、快楽を第一に考える功利主義を否定して、自らの自由を第一に考えるリバタリアニズムの正しさを示すために、この思考実験を行ったんだ。確かに、どんなに大きな快楽が得られても、自由がなければ嫌だという気持ちは強いね。大まかに、両者の立場の違いをまとめておくね。ノージックのリバタリアニズムにとっての善とは自由、自己所有権が保障された状態である。自己所有権って？自分の身体や財産、労働は自分のものであり、自分で自由に扱ってよいということだね。だから、それを阻害するもの。具体的に言うと税金は最小限であるべきと考える。そこから、自由な市場を最大限に確保し、国家は最低限の役割を持つべきだとする。最小国家という考えに至るよ。ただ、極端な自由競争は良い部分ばかりではなく、経済競争に負けた人々をどう救済すべきかという問題や、貧富の格差が世代を超えて引き継がれる問題をどうするのかといった問題点も抱えている。親の貧しさが、子供の将来を決めてしまうのは問題だよね。あと、今回の感染症でのマスク不足に便乗した転売みたいに、何でもありの市場になってしまうと怖いよね。その問題を考える前に、一方のベンサムやミルに代表される功利主義の立場を見ていこう。功利主義とは、善とは社会全体の快楽、最大多数の最大幸福の追求であると考える立場だね。問題はこの快楽という言葉の意味だけど、功利性ユーティリティという言葉には、さっきの思考実験に出てきたような快楽以外にも、安全性や公共的なサービスの提供も含まれているから、議論は単純じゃないんだ。快楽と聞くと、肉体的な快楽を思い浮かべがちだけど、安全や公共サービスも含むとなると否定できないね。そうだね。だから、公共や福祉を考える場面では、少なからず功利主義的な考え方が用いられるんだ。一方、少数者の利益が軽視されがちな点、
快楽の中身をどう決めるのかが難しいなどの問題があるんだ。両方とも一長一短なんだね。そう。だから実際に貧富の差の問題を考えるときには、功利主義的な思考が求められるし、個々人の利益をどこまで認めるかという点では、リバタリアニズムの考え方が参考になるんだ。現実的には、色々な立場を踏まえつつ議論していくというのがバランスの良い考え方なんだね。そして、リバタリアニズムの論者たちも、功利主義の論者たちも自分の立場の弱点を補う対策を、色々と考え出しているから、今回の説明ほど単純ではない部分も多いんだ。さて、リバタリアニズムと功利主義について少し紹介してきたけど、ノージックの思考実験に対しては反論もあるよ。それは、機械に入りたくないと多くの人が感じるのは現状維持バイアスによるものであるというものだよ。つまり、多くの人は、より良いもの、大きな快楽、よりも、現在いる現実を重視するため、機械に入りたがらないだけなんだ。この反論が正しいとすると、人々は快楽よりも自由を大切にするから機械に入らないのではなく、単に慣れ親しんだ現実を捨てたくないだけだということになり、ノージックの主張は成り立たない。あらら、どうなるの？もちろん、再反論も続くんだけど、それはまた別の機会に扱おうかな。成功したかはともかく、ノージックの思考実験のユニークな点は、仮想現実という慣れ親しんだテーマを使うことで、功利主義とリバタリアニズムの対立を、イメージしやすい形で浮かび上がらせたことにあると思うよ。確かに、自由か、快楽かって漠然と考えるよりは親しみやすい気がするよ。魅力的な快楽機会を想像させた上で、実際に入りたいかを読者自身に考えさせることで、そこにどんな違和感があるかを実感させる非常に優れた方法だよね。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。